XRP 訴訟はまだ終わってない。 SEC は控訴を取り下げなければならない。弁護士が警告と。 XRP コミュニティが XRP 訴訟の和解を祝う中、マーク・ファーゲルは訴訟はまだ終わっていないと、主張していると。マーク・ファーゲルは SEC は控訴を取り下げるために投票しなければならないと述べている。ビル・モーガンはリップル社の控訴取り下げは過失を認めるものではないと主張している。ということでね、この訴訟本当に終わるのか、もしかして終わんねえんじゃねえかと心配している方もいるかもしれないね。ということでその件についてちょっと、まずね、リップルと SEC は裁判を終わらせるために協力し和解に向けた動きになっています。今回の話はね、リップルは裁判を解決するための一環として、自分たちから反訴を、取り下げました。それが XRP コミュニティから長らく待ち望まれた和解への動きだということで祝われました。SEC も和解契約を承認する投票を行いました。しかし一部の法律専門家、特に元 SEC 弁護士のマーク・ファーゲルが、まだ訴訟は完全に終わったわけではないと指摘していると。それは彼によると SEC が和解契約を承認する投票をしたことと SEC が控訴を正式に取り下げるための投票をすることは別だと言っているからです。つまりファイゲル氏の見方では SEC が控訴を正式に取り下げない限り法的にはまだ訴訟が続いている状態だということをね言いたいわけです。以前両者による和解に向けた共同の申し立ては手続き上の理由で却下されましたけど、間もなく修正された書類が提出される予定です。これにより最終的な解決が期待されています。要するにリップルと SEC は確かに和解に向けて動いており、大きな進展がありました。ただ一部の専門家が SEC が控訴を正式に取り下げていないからまだ完全に終結したとは言えないよねって言ってるだけです皆さん、ね、だから終わるっていうことです皆さん。以上です。一つね記事紹介しましょう。スポット XRP ETF、専門家はブラックロックの道筋は明確であると述べ、リップルの価格が 3.5% 急騰。さあ来るぞみんな、ブラックロック。XRP 訴訟の和解によりブラックロックやその他の機関投資家が XRP ETF 分野に参入する道が開かれました。ブルームバーグアナリストは支持率を 95% 以上に引き上げ、楽観な見方が強まっています。リップルの法的なブレイクスルーに続いて XRP 価格はオンチェーンデータが、大規模なホルダーの蓄積を示しているため 3.5% 上昇しました。リップル社が金曜日に米国証券取引委員会に対するクロスアピールを取り下げる決定をしたことで4年間にわたる XRP 訴訟の終結が決定されました。業界の専門家はこの展開がブラックロックがスポット XRP ETF を提出する道を開く可能性があると示唆しています。この世紀のブレイクスルーにより米国のスポット XRP 上場投資信託の承認プロセスは今後数ヶ月で勢いを増すと予想されています。発表後リップルの価格は 4% 上昇し 2.1.7 ドルになりました。ブラックロック XRP ETF のファイリングは近日公開予定。金曜日ブロックチェーン企業のリップル社は現在進行中の XRP 訴訟においておける米国証券取引委員会推進に対する控訴を取り下げる決定を発表しました。同社の CEO であるブラッド・ガーリングハウスは委員会がこれに続く可能性が高いと述べました。 ETF アナリストのネイト・シーゲル社長は最近の動向についてコメントしました。これをクローズドチャプターと呼びスポット XRP ETF の道を開いたと述べました。シーゲル、ちょっと名前わからんわ、氏はさらにこの決議により投資大手のブラックロックがこの分野に参入する扉が開かれ XRP やその他のデジタル資産への機関投資家の関与が加速する可能性があると指摘した。今月初めブルームバーグアナリストは SEC のファイリングへの関与が高まっていることを理由に XRP 上場投資信託 ETF の承認確率を 95% に引き上げました。その結果は XRP はソラナ、カルダノ、ライトコインなど他の暗号 ETF の承認確率を同等にしています。現在ポリマーケットのデータでは年末までに承認の確率が 78% になることが示されています。他の世界の管轄区域では先週カルダノが3IQXRP ETF 先週カナダが 3IQXRP ETF が開始されるなどすでにゲームを強化しています。コインギャップが報告したように ETF は大きな需要があり、運用資産は最初の4日で3200万ドルを超えました。
はい、ということでね、皆さんもういいかな、ここら辺でね。はい。XRP とね、XRP じゃない、リップルと SEC は、お互い合意のもと相談しながら今回のね、動きに出たと、ね、いうことです。ただ、手続き上 SEC が訴訟を取り下げてないから、ね、っていうことでごちゃごちゃね書かれてました、はい、なので大丈夫ですと思います。 99% ね、だから残りの 1% は、グラドガーリングハウスと、ね、SEC が話し合いをしながら、ね、この手続きに、手続きを行ったんだけど、ね、手続きを行った、ね、その後すぐに SEC に誰かが横槍を入れるとか、誰かが近づいて何か話を持ちかけたとかっていう、なんかそういう、ね、動きがあるんだったら、その 1% でこのね解決は崩れるかもしれませんはい、チャート見ていきます。XLM、4時間足ね、円建て34円になります。頑張ってるぞみんな。 XLM 出ようとしてるぞ、頑張れ。はい、ということでね、短期的なねラインでこの黄色いライン出なきゃダメだねっていうことで、出るんじゃないのかなって思いますけどね。はい、出れるといいね。はい、紫のねこのラインは、ね、本気の分析見せるわって言ったラインでまだ守られているので、行ってほしいなって思います。はい、続いてリップル、4時間足のドル建てになります。 2.1818 ドル。はい、これもだね、本気の分析見せるわと言ったこのラインは守られているしね、上がってきてるね。ちょっと上がったかな、昨日よりは少しね、少しかな、ね、上がったね。はい、なので、いい感じだ、って感じかな、っていうふうに思うけど、はい、ということでね、ブラックロックね、カモンって感じかな、この後ね。はい、なのでまああれだね、 SEC が本当正式に出すもん出してね取り下げるっていう、行動してもらったらまたなんか動くかもしんないね。動かねえか、無理か、ねはい、ということでね、本日の動画ですけど、SEC 対リップルのね訴訟ですけどね、まだ終わらないとかなんとかってね記事が出てましたけど、もう終わるということで、コミュニティではね祝賀会が行われていると、ね、いうことで、はい、もう終わるでしょうって思いますね。終わったと思っていいでしょうってことです。はい、ということで、あとブラックロックのね XRPETF のね申請が、ね、最後来てドンと上がるんじゃないかとね、そういうふうに見てます。はい、では本日の動画は以上です。いつも皆さんありがとう。では。